はい、レントのパパです。はい、今回はですね、納車第2弾の動画としまして、視聴者の方からいただいたリクエストにお答えしていきたいと思います。納車したらね、どういうところ見たいですかっていうね、動画を以前、公開して、そちらにいただいたコメント、どんどん紹介していきたいと思います。まずね、6つ6件ありますんで、それをねざっと目次代わりに読んでいきますね。まず、1つ目、センターコンソールの拡大図柄が見たい、オプションのスライドコンソールを注文したので色が、ミネラルかブラックが気になりますっていうこと。これがね、1つ目。2つ目がドライブモードを切り替えした時に、車両 CG が出ますが、あれはアドベンチャーの絵になるのかなっていう質問ですね。要は、モードですね、エコモードとかノーマルモードに変えた時に画面に、車が出るんですけど、それがアドベンチャーになってるかどうかっていうところですね。で3番目、シートが滑りやすいとか、柔らかいとか、通常の Z との座り心地の差があるのか気になります。これはねちょっとね、言っちゃってますね。納車の動画で第1弾で言っちゃってますけど、ここも一応ね取り上げていきたいと思います。はい、では4番目、パノラミックビューモニターアドバンストパークなどが標準になったので、使い心地を知りたいです。ぜひ、ご自宅ですね、お自宅になってるけど、ご自宅駐車場で確認をお楽しみにしてます。一応ねここ駐車場スペースがあるので、一応普通の白線が引いてあるところと白線がないその囲われたスペースで、しっかり駐車できるかやってみたいと思います。はい、5個目ですね、アドバンストパークやパーキングサポートブレーキなど、安全、装備関係やディスプレイ、オーディオプラスなどソフト系の違いがあれば気になりますってことで、これはね今回ちょっとやらないんですけども、一応ね、アドバンストパークはやりますけど、ディスプレイオーディオプラスなどのソフト系の違いですねっていうのは、ナビが変わったかどうかっていうところなんですけども、そこはねもう今触っていろんな設定したんですけど、もともと私 Z を持ってましたんで、そこの変わりはなかったんで、一応ここはねこれで解決させていただきたいと思います。ではね最後ね番外編ですね。これはねちょっと面白いなと思ったんで取り上げたんですけど、アドベンチャーにモデリスタ装着している人いないですかね。気になります。比較動画で、重ねてアドベンチャーにモデリスタ装着した画像の作成をお願いしますっていうことで、これね、AI でうまいことできましたんで、意外とかっこよかったです。これはね一番最後にね、公開しますのでね、ぜひね、今日は、全部で賞味5点ですね、1点だけはもうほぼ解決してますので、一応ね、先ほどの、オーディオプラス、ディスプレイオーディオプラスなどの、ソフト系の違いということで、ここに関係してくるのがテレビナビキャンセラーなんですけども、後日ねエンラジ商事で、取り付けしてた、Z につけてた商品ですね、エンラジ商事で発売されている商品、こちらの方にそのままつけてみて動作確認の動画もね、していきますので、ね、そこ気になる方はぜひねチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では1番から順番にね、やっていきたいと思います。さあ行くぞ。はい、ではね、1つ目の質問ですね。センターコンソールの拡大、画像が見たいっていうことなんですけども、もう何も変わってないですね。はい、収納の容量も何も変わってないし、であと色ですね。色はミネラルになるのかっていうことなんですけど、ブラックですね。ミネラルになってるのはこのシートの部分だけですね。はい、あとはね、まんまですね。だからオプションでね、スライドコンソールですね、ここギューッと伸ばすやつ、売ってますけど、それをつけられた方が、ブラックなのかね、ミネラルになるのかっていうところを、気にされてた質問ですね。これが一つ目の質問です。はい、続いてはね、2つ目の質問ですね。ドライブモードを切り替えた時に車両 CG がアドベンチャーになってるかっていうことですね。一応納車されてまだ、10キロしか走りません。はい。ではね、一応ここのカスタマイズはしたんですけど、前と全く同じにはしてます。ではドライブモードを切り替えてみますね。これがどう出るか。これは普通の Z かな。アドベンチャーじゃないよね。なんかちょうどフロントフェンダーのところ、フロントフェンダーじゃないわ、フロントバンパーのところ、これくぼみがあるから Z ですね。でもこの車もともとベース Z なんで、アドベンチャーは正面から見ないと正直わからないと思います。かといってねバッジがついてるわけでもないもんね。はい、ホイールも全く、Z でもなければ、Z かな、ちょっとボケてる。 Z のホイールでもないですよね。近いけど、近くないわ。Z はね6本スポークみたいな感じだったもんね。これ5本スポークですもんね。
だからまあここに関しましては基本 Z かな。はい、一応 Z になってますので、ここはアドベンチャーになったからといって変更はございませんでした。はい、続いてはね、Z と、アドベンチャーのシートの座り心地の違いをね、ちょっと見比べてほしいという形だったんですけども、これに関しては、前回の納車の動画でも軽く伝えたんですけど、ここのサイドの部分ですね、ここがしっかりホールドしてくれる硬さがちょっと出たかなっていう、生地が変わってるので、若干ちょっと硬さが出て、ホールド性がちょっと上がったかなっていうぐらい。これはあくまでも私個人の体感レベルなんで、まあ個人差があると思います。だから要は、ここの部分ですね、サイドのところ。ここがね、ちょっとしっかり感が前よりあるような気がします。で、実際にね、今ちょっと Z はね、ディーラーに預けてるんですけども、座らせてもらったというか、座った感じ、こっちも座り比べたんですけど、やっぱりここのホールド性、座った時のこの、ね、こう左右に揺れた時の腰の動き、脇腹のところですね、がしっかり支えられてるなっていう印象はありましたね。Z の方がちょっとソフトな感じで、まあ、よく言えば疲れにくいのは Z かな。アドベンチャーはやっぱりこう、悪路を走るためにホールド性をちょっと重視したのかなっていうのを、まあそれ、比べた時にね、感じたことなんで、一応ね、違いはあります。これは乗り比べないとわからないと思いますけども、まあアドベンチャー初めてね、カルラコース乗った方に関しましては、多分違和感ないレベルなんで、まあ、ここはね、Z からアドベンチャーに変わった方、私みたいな方は、それは体感できるかもわかりません。はい、続いてね、4番目のね、ご質問ですね。パノラミックビューモニター、アドバンストパークなどが標準になったので、使い心地を知りたいです。ぜひ、自宅駐車場で確認をお願いします。ってことで、今ね、ちょっと大きい駐車場来てるので、まず一般的な、この白線がある場合ですね。こっちはね、縦駐車。ね、こっちがね、横駐車ですね。縦列駐車だかな。縦列駐車の方が難しいから、こっち行ってみようかな。はい。ではね、パノラミックビューモニターも常時に映るので、もういきなりね、アドバンストパーク行きますね。ポチッと。はい。で、あとは、こう、ね、指示して、開始。シフトをリバースに入れてください。リバース入れます。はい、入れました。交代します。はい、勝手に進んでますよ。なんでブレーキ踏む？安全確認大丈夫よ。開いてるよ。交代します。お、いってるね。ハンドル触ってないですよ、私。右手はカメラですよ。ブレーキ踏んでください。シフトを D に入れる。これなんか前進します。アドバイスというか、なんかいろいろ言うてくるね。アルファードの時はブレーキまたはアクセルを踏むと終了します。これちょっと使い物にならないですね。またはアクセルっていうのは今駐車スペース全然止まってないです。ブレーキこれは周りが悪いのか機能が悪いのか、ちょっとこれは正直使い物にならないですね。正直なところ、アルファードの時は本当にね、白線のあるところ狙って行ってくれたんですけど、なんか白線の上で止まりましたね。これ白線弱いのかな。そんなことないよね。じゃあもう一回ちょっと今度逆方向行ってみましょうか。ちなみにね、ここ私有地なんでね、ながら運転しますけど、そこのご指摘はご遠慮ください。ではもう一回行きます。アドバンストパークポチッと。はい、じゃあ違うとこ行きましょうか。こっち。はい、開始。シフトをリバースに入れて、はい、リバース入れます。はい、入れました。交代します。はい。ここでなんで止まるのかな。交代します。どこまで行くの。そんな後ろ指示したかな。あ、ハンドル切ってきたよね。どこに止める。あ、ここね。枠内にちゃんと入ってくれたらいいけどね。外れたね。ブレーキ踏んでください。シフト D に。はいはい、前進します。前進してで交代。は
ブレーキまたはアクセル。これね、目的地の場所終了しま、到着しましたになってるけど、ブレーキまたはこれはちょっと見てください。これで目的地の場所到着しましたって言ってるんで、これ今私自力ですよ。自力駐車ですよね。一応パノラミックビューモニターは全然 OK です。使いやすい、分かりやすい。どうしてもね、私斜めってしまうことがあるので、ちょっと今ね、私有地内なんで片手運転で、ながら運転ですけど、ぎこちないですよね。これでまっすぐですね、ほぼ。ごめんなさいね。はい、ここまでね、言ってくれたらいいけど、結論言いますね。私、アルファード知ってるだけに、余計に、これはほんまに使い物にならないですね。トヨタさんどないしたトヨタさんどないしたっていうぐらい、精度が悪いです。これは、ぜひね、皆さんコメントください。Z グレード、Z アドベンチャー乗ってる方、アドバンストパークですね。ここ、標準装備になりましたんで、これを押してね、実際に駐車スペース、枠内に入るか確認してください。では続いてはね、自宅駐車、さらに難易度が上がりますけども、そこで実際にできるのかどうかやってみたいと思います。はい、ではね、自宅の駐車場ですね。一応ね、あそこなんですけど、あそこに入れれるかどうか確認します。ではね、アドバンストパーク、ポチッと。もう選択肢がないですね。で、仮にね、左後ろ、何も駐車スペースないんですけど、これやってみましょうか。やっぱり白線がいりますね。白線がね。シフト、レバース入れました。どこに連れて行かれるんやろ。駐車場はね、右側なんですけど、進行方向の安全を確認してください。交代します。ちょっと怖いね、なんか。これ駐車場というよりか、路地を駐車場と判断してるのかな。駐車場ここなんですよ。はい、進行方向を確認してください。交代します。一応自動では進んでますけど、ブレーキ踏んでください。シフトをドライブに D に入れてください。発進する。ブレーキを踏んでください。道幅が狭いため使用できません。ということで、やっぱりね、こういった駐車場ですね、に関しては無理です。はい、白線があるとこだけしか使えません。しかも白線あるとこでもね、一部使えませんので気をつけてください。はい、続いてはね、番外編ですね。これはちょっとね、面白いですよ。アドベンチャーにモデリスタを装着している人いないですかねって気になりますってことで、比較動画ですね、私 AI を使って実際にこの車の写真と、私の持ってるね、もともと持ってた Z の、モデリスタを合体させました。するとね、意外にかっこよかったんでね、これをね、ぜひご覧ください。では、正面と斜めからどうぞ。どうですか、この顔。ちょっとメリハリがあっていいと思いませんか？もう私ね、出来上がった時に、これちょっとありやなとは思ったんですけども、好みは出るとは思うんですけどね、モデリスタ好きの私からすると、フロントだけあってもいいのかなっていう風には思いました。皆さんね、ぜひこれのデザインに関してできればね、コメントいただければと思います。はい、ということで今回はですね、納車の動画第2弾ということで、視聴者さんからのお声を、実際にね確認しました。で一番見ていただいた通りですね、アドバンストパークは正直ここの駐車場では使い物にならなかったんですね。で、そこだけねちょっとまたいろんなご意見いただきたいので、皆さんのね、身近な駐車場で試していただいて、しっかり枠内に止めれましたよとかっていうそういう声をいただければ、私はあんまり基本的に使う機能ではありませんので、また今度ね違う施設に行った時には、試してみたいと思いますけども、ぜひもう今すでにね使っている方で、今のこのアドバンストパークの精度ですね、しっかり枠内に止めてくれるかっていうところの、声をいただければ幸いでございます。
はい、ではね、次回からですね、私エンライ商事でね、お世話になって働いておりますので、そこの社員ということで、商品をねいろいろ紹介していくんですけども、Z グレードからアドベンチャーになって、テレビナビキャンセラー、車速オートドアロックで、ブレーキホールドキット、さまざまな機能がたくさん、装着することが可能なんですけども、それがね、そのまま使えるかっていう動画の検証をしていきますので、ぜひね、気になる方はねチャンネル登録してお待ちください。で、この後の予告なんですけども、年末ですね、今年の年末、ですね、今年の年末じゃないですね、去年の年末じゃない、今年の年末、2025年の年末ですねの時に、下の概要欄にリンク貼っておきますけど、一般道だけでカタログ燃費超えれるのかっていう動画を上げさせていただきまして、結構ね参考になる動画となったと思います。で、今回はねテレビナビキャンセラーつけたことによって高速道路もちょっと走りたいなと思いまして、ちょっと用事がありますんでね、高速道路をね約700キロぐらい、走る予定がございますので、そこでね高速道路の燃費、を計測する動画も作っていきますので、今回はね100キロごとに実際のリセット管燃費ですね、しっかりレビューさせていただいて、しっかり満タン法でねやっていきたいと思いますので、そちらの動画も興味があればね、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、今回の動画ですね、参考になったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、当チャンネルはですねメンバーシップ制度を導入しております。メンバーになるとメンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしております。また LINE グループへのご招待もゴールドクラス以上で行っておりますので、興味のある方は下のメンバーになるというところをチェックしてみてください。また動画の配信、ライブの配信は X を通じて皆さんにお伝えしておりますので、 X アカウントをお持ちの方、ぜひ私のフォローよろしくお願いいたします。また縦動画に関しましては YouTube ショート、TikTok、Instagram ですね、こちらの方も配信しておりますので、Instagram と TikTok のアカウントをお持ちの方、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。こちらの動画はですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。いい車ではあります。